皆さんこんにちは。レジン大好き、小うみです。今日は100円ショップ、ダイソーセリアの球体シリコンモールドを使い、キーホルダーチャームを作ります。面倒な穴開け作業は不要。初心者でも簡単にキーホルダーに加工する方法を共有します。コーティングの仕方も共有するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは初心者でも簡単100均球体モールドでキーホルダーチャームの作り方始まります。こちらがセリアの球体シリコンモールド、こちらがダイソーの球体シリコンモールドになります。セリアには3種類の大きさの球体シリコンモールドが販売しているのですが、今回は一番小さなサイズを使います。まずは朝食カップに透明のレジン液を入れます。宝石の雫レッドで着色します。透明のレジン液に着色剤を混ぜ合わせることでレジン液に色をつけることができます。混ぜ合わせることができたらエンボスヒーターを使ってレジン液を温めます。なぜレジン液を温めるのかというと、レジン液は温まると気泡抜けが良くなります。もしエンボスヒーターがないという場合は半日から1日程度レジン液を放置していれば自然と気泡が抜けてきます。まずはダイソーのシリコンモールドにレジン液を入れます。レジン液をなるべく全面に伸ばし広げてからレジンライトで固めます。固めてきます。固めることができました。もう一度レジン液を入れます。縁がいっぱいになるまでレジン液を入れました。こちらをレジンライトで固める前にこちらのデザインヒートンを差し込みます。こちらのヒートン、セリアで購入したものなのですが、ヒートンに葉っぱがくっついていてとっても可愛いデザインになっています。こちら以外にももう1種類デザインがありまして、今回私が購入したのがこちらになります。上から見た時に葉っぱが可愛い仕様のデザインになっています。もう一つのデザインは横から見た時に可愛いデザインになっているので、作る作品によって使い分けるととっても可愛くなります。こちらのデザインヒートンをピンセットに挟んで固まっていないレジンの上に刺します。刺すことができたらこのまま固めます。固めることができたら高加熱が冷めるのを待ってからモールドから取り外します。ヒートンをクリップなどで挟みます。挟むことができたら球体をレジンの中に入れてコーティングしていきます。全体にレジン液をつけることができたら、ややいびつな球体になっているのが分かりますかね。このまま固めてしまうといびつな形で固まってしまいます。そこでエンボスヒーターを使って余分なレジン液を落とします。
余分なレジン液を落として表面が均一になったことを確認できたら、この後レジンライトで固めていくのですが、その時に静止した状態で固めるのではなくて、くるくると回転させながらレジンを固めます。それではこちら固めていきます。固めることができたら完成になります。以前作った名前入りのキーホルダーに合わせたらとってもキュートになりました。綺麗にコーティングできたので、表面には美しいツヤ玉があります。次にセリアの球体シリコンモールドを使います。先ほどの余った赤いカラーレジン液をシリコンモールドに入れます。横に傾けて、このままレジンライトで固めます。固めることができたら、一度モールドから取り出します。取り出すことができた赤いレジンに模様を描きます。模様を作ることができたら、セリアのシリコンモールドに透明のレジン液を入れて、レジンを中にギュッと押し込みます。ヒートンを差し込んで固めます。固めることができたら、モールドから取り外します。モールドから外すことができたら、コーティングをしていきます。こちらはコーティングレジン液になります。塗り残しがないかよく確認してからレジンライトで固めていきます。固めることができたら完成になります。先ほどのリンゴの隣に付け足しました。レジンを固めている時に少し動かしてしまったのかな？ヒートンの周りに気泡が発生してしまいました。こちらの気泡の処理の仕方については別の動画でまとめるので、よければチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。